それよりも前にサーフィンできそうなので今から行きたいと思います。はい、僕も、8時半から学校があるのでちょっとチャリでね20分くらいかかるから多分1時間ぐらいやねできて、今から近くの海でサーフィンして帰ってきて準備して学校と仕事に向かいたいと思います、なので急いで行ってきます。I can see it in your eyes. Oh yeah, but there is no need for sorrow, 'cause I will be with you every second of my life. Sometimes it's just another day to get through, but it's not easy when you're blind from the truth. Gonna make it alright. Ooh, yeah, yeah. Even if you're down under the ocean floor, yeah, I'm gonna make it alright. Ooh, baby, don't cry, 'cause there's always a tomorrow. Yeah, oh, and if I could fly, second of my life. お疲れ様です。お疲れ様です。サーフィン朝やってきて今帰ってきて7時40分ぐらいで今朝ごはんを作ってます。超特急。スーザンも仕事が9時ぐらいから始まるのでちょっと急いで準備したいと思います。いただきます。シンプルだけど美味しい。このターキッシュブレッドにフムスをつけるとめっちゃ美味しいです。サーフィンした後はなるべくちゃんと食べるようにしてるよね。オーストラリアに来てからのサラダは、スピナッチ、ベイビースピナッチだっけ、を食べることが多いです。癖なくて美味しいよね。ベイビースピナッチ大好き。オレンジジュースです。オレンジジュースは2リットルで200円。2本ぐらいか。でもこうやって日本だったら無理だった仕事とかの前にサーフィンするっていうのが実現できてる時点ですごい夢、そんなに大きな夢ではないけど2人のやりたかった生活のスタイルをさ今ここで実現できてることが嬉しいかも。間違いない。サーフィンなしで海にだけ入ることあるよねっていうぐらい本当に気持ちいい。こっちの海は綺麗やし。ごちそうさまでした。
洗い物純也くんです。ちなみに私たち結構自炊が多くって外で食べることほぼなくって、だいたい食費は1ヶ月 4,5 万、こっちの物価で 4,5 万で済みそうやなって思ってます。そんな高くない、正直慣れちゃったのかな。結構安いよねこっち。やっぱ自炊ですればマジで節約できる。ただ外食、気軽な外食でもちょっとファンシーなバーガー屋さんとか行くと1人、まあでも日本と一緒やね、2500とか2人で5000円とかはかかります。ちょっとした情報だったんですけど、今から準備して仕事向かいます。じゃあ2人とも準備できたので、おのおのじゃあ学校と仕事行ってきます。行きます。お疲れ様でお疲れす。様です。今日は疲れましたか？めっちゃ疲れたマジで。明日も働いてって言われた。マジで？本当は明日は休みだったんですけど、明日も出れるって聞かれたから、結構オーストラリアあるあるだよね。うん、急に明日入れるみたいな。それがいいところでもありね、大変なところでもあるよね。まあでも全然断れるんだけどね。でも本当に今日は疲れました。じゃあ美味しいご飯食べますか？はい、今日は純也くんが作ってます。クッキング中です。つまみ食いスーザン発動です。何をつまみ食いしてますか？辛っ。めっちゃ辛いの。これ何？チートス。これさ、日本にいる時から食べとったやん。チートスの辛いやつ。うわ、最近辛いの食べてないから。でもね、日本と違ってこういうバフバフ。美味しい。最近は仕事の日だけはワインを飲むようにしてます。日本にはなかった習慣が発動しましたね。なんかオーストラリアさ、これオーストラリア産なの。サウスオーストラリア。ヒーロー。そう、ちょっとドライなんだけど、こんだけ、もうほんと1日こんだけ。最近の仕事後のスーザンのルーティンです。僕はお酒は飲めないので飲んでないです。うまい。こちらはスイート&スモーキーバーベキューチキンケバブです。めっちゃ美味しいよね。簡単に言ったら焼き鳥の味付きバージョンみたいな感じで、最近の2人のハマってるご飯です。簡単だしね。いただきます。いただきます。チキンプレートです。もうシンプル。ちょっと夜遅いからね。このキューピーのマヨネーズを買ったんで、チキンになんていうの、照り焼きチキン丼的なね、照り焼きじゃないんだけどね、これは。これの照り焼き版もあるから、照り焼きマヨみたいな感じでこうやってねつけるとめっちゃ美味しいんだよね。どうですか？なんか日本にはない味付けだよね。めっちゃ美味しい。こっちの方さ、結構照り焼きとか人気な気がする。で、寿司がめっちゃ流行ってる。いや、やばいよ。だって今日も学校でさ、タイの人が寿司持ってきてて買って、先生もなんかそれ見てめっちゃ好きだわって言ってて、日本食が海外に人気なのってなんかさ、嬉しくない？嬉しい。別に自分が作ってるわけじゃないんだけど、なんか嬉しいよね。評価されてる感じがして。カムセイハイカブラブです。Come say hi. We're together. おやすみ。 いやーまたね What do you say? Boa noite. ー。ボノイチ。 In Japanese? おやすみ。 Yeah! おやすみ。私たちの大好きなガブリエルでした。ほんまに好きやんな。めっちゃね、めっちゃ優しい、ほんまに。優しくて、なんかポジティブなオーラがある気がする。そうだね、かなり。なんかすごい前向きな発言して助けてくれる気がする。自転車がパンクした時に助けてくれたり、スーザンが頭を怪我した時に薬をねくれたり、最高のシェアメイトに恵まれました。オーストラリアに来てから日本のめっちゃいいところと日本のあんまり良くないところがはっきり見えるようになってきた。だからいろんな気づきがあるなって思って、私が結構びっくりしたのは、運転中ボってる人は一人もいない。見てないね。一緒に働いてる女の子と喋ってたんだけど、その子が言うには
はオーストラリアは煽り運転の規制の法律はないんだって。あ、そうなの。だから特に問題になってないってこと。煽り運転は。日本だったら煽り運転結構見る日多いけど、確かにここで見たことないかも。車社会だから僕たちもそろそろ変えたらいいね。結構車社会だから、陽一さんも言ってたけど、結構ここは車社会。特にサーフィンやるってなったらなおさら車が必要だよね。なので次の目標はシェアハウス系はちょっとね落ち着いたんで、仕事とかね、次の目標は車と新しいサーフボードをちょっと購入検討してて、いろいろ検索したりなんかショップに行ったりして、ちょっとね身の回りのものを揃えつつ、明日も朝波が良さそうなのでサーフィンしますか。はい。ということで今日は2人の仕事と学校のある日の1日のルーティーンみたいな感じで動画を撮りました。どうでしたか？めっちゃ疲れた。結構ズタボロです今日。でも朝のサーフィンでリフレッシュできることを願って早めに寝たいと思います。はい。じゃあ動画はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。こちらです。このねズボンはね、ちょっとだけさ、私思ったんやけどさ、結構ロングボーダーっぽい水着多いなと思って、